皆さんこんにちは。宮崎智美の考えるラジオの始まりです。週末の今日はカジュアルな話題をお届けします。本日のストーリーテラーは山崎純一郎さんです。山崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。山崎さん、今日のお話はどういうお話でしょうか？はい、ピアノの録音についてお話ししたいと思います。ピアノ、はい、一応私もう80年代から音楽制作業ということで、レーベルやったりしてるんですけども、はい、主にそのピアノとか、いわゆるアコースティック楽器、ギターとかバイオリンとか、はい、それをホールで撮ることが多いんですよね。なんで、なぜ今回これ取り上げようと思ったのかっていうと、2025年の10月に、ワルシャワ、はい、ポーランドで、ショパンピアノコンクール有名な、はい日本人の桑原さんという人が4位に入賞してます。4位だったんですね。はい、もう登竜門と呼ばれている、そうですよね。そう大会ですね。はい、で、今ね YouTube でピアノコンクールの入賞者の演奏が見れるんですよ。そうなんですか。結構これがなかなかみんなやっぱり当然ですけど上手なんですよね。上手ですね。でその中で今回の優勝者はエリック・ルースさんっていう米国人なんですけども、方が優勝して、それを見てるととってもいい音で取れてるし、もちろん演奏もうまいんで、じゃあこれを機会にちょっとじゃあ私のどうやってCD ができるまで、ピアノの音がどういうふうに取られたのかっていうご紹介しようかなと思って、お願いします。はい、先ほどホールで撮ることが多いって言ったんですけども、これ神奈川アートホールという保土ヶ谷公園の中にある横浜市のあるホールなんですけども、こういった形でここは、神奈川フィルハーモニーの練習場になってるんですね。かなり音響がいいんでしょうか？残響が2秒近くあって、そうなんですか。とても気持ちのいい。これ一応観客入れるホールなんで、ステージが一応あるんですけども、で客席もあるんですけども、これ録音するときはステージをこうリフトになってるんで下げて真っ平らにして、で後ろに座席をしまうことができるんですね。観客席を横にこうしまう場所があって、そこへ収納してるわけですか？向こう側の壁にこう、横棒がバーってあるじゃないですか。あれしまった状態なんですよ。あれを引っ張り出すような形で、ちゃんとこう階段状の観客が席が出てくる仕組みです。でこうやって全部しまって、ここでは横に赤いカーテンがありますよね。これなんかも本当は全部縛ってしまって、なるべくこう音を吸わないように。カーテンああいうのがあると音吸っちゃって響きがどうしても失われる、残響がなくなってしまうということですか？やるんですけども、こういった形で撮ってます。録音してます。で大体ここはスタインウェイという有名なピアノが使う人多いんですけども、ここはスタインウェイとヤマハがあります。両方使える。大体みんなスタインウェイ使いますよね。老舗ということ、ネームバリューもあるし、で使用料も一緒だったりなんかしてね。そうなんですか。内外無差別っていうことですね。そうですよね。これ使ってます。でまずここには9時から空いてるんで、録音の日は朝9時に入りますと。だから9時にちょうど調律の人が来てるんですよ。調律師の方。調律師の人が。で約2時間かけて調律します。毎回。これ写真 YouTube ご覧の方は、調律してるところ、左上の写真はちょうどこうレンチのようなものでグッグッグッってやって調律、ピアノの弦をこうピアノ線を引っ張ってると。で、あとはそのピアノのいろいろアクションですよね。右下はこれ手前に鍵盤部分を手前にガッとこう引っ張り出せるんですよ。引っ張り出してこう、左の下はこうハンマーがフェルトの羊の毛で
できたハンマーがこう並んでる。フェルトが貼ってあるんですね。そうです。これで弦を叩くんですね。でこうやって調律師の方にこう2時間かけて調律してもらって、はい、でこれと同時に、録音側の私の方はマイクをセッティングします。マイクを、はい、マイクって何本も使うんですか？この時は6本かな。大体いつも8本立てるんですけど、はい、状況によってこういろいろ変わるその曲の感じとか、あとアーティストの要望とかその辺で変わるんですけども、こんな形でマイクをセッティングします。まっすぐ立ってるマイクもありますし、この左上のこれが1本でステレオで撮れるノイマンというノイマン、ドイツの職人かたぎの人たちが作った古いマイクですよね。手作りですか？手作りっていうか、手作りなんでしょうね。ちょっとよくその辺わからないですけども、なんせ100万円しますから、ね、100万円はい、100万円のマイクです。はい。でこれはどっちかというと残響、ピアノの音も取りますけど主に残響を多く取るんですよね、ノイマンのマイクで。じゃあホール全体の音を取るみたいな、響きを取る、はい、でノイマンの少し前ピアノの近いところにこれ右上の写真ですけども、こういうマイク、このちょっと細長いマイクで、はい、これステレオ LR で、なんか曲がって置いてあります。X 型配置っていうとこういうステレオでこういう取り方をわざとこういうクロスさせて取る場合もあると、今回はこれでちょっと取ってみようかなっていう。でピアノの中に入れるマイクと、この時はグッとこうスタンドか何かでこうギュッと乗り出して、下の2本は本当にブームスタンドっていうね、はい、折れ曲がるマイクスタンドを使ってグッとピアノの中にこう突っ込んで、中に入り込んでますね。そう、空中に浮いた形で中に入り込んでますね。そうなんですよ。こういった取り方をします。でここからここは楽屋があるんで、はい、楽屋に録音機材をセッティングして、このまま引っ張っていきます。これちょっとマイクセッティングの、これはちょっとこの時とは違う北欧デュオってピアノとバイオリンのマイクセッティングですけども、バイオリンが上の方にありますね。はい、これ2020年コロナ禍直前の録音だったんですけども、これはこの時はこれは神奈川アートホールじゃなかったな、確か五反田の文化会館かなんかで撮ったのかな。これ7本8本でいうんですか？これは7本ですけども、さっきのノイマンが1ステレオマイクなんで全部で8チャンネル。そういうことですか。こういった形でこういうセッティング図を最初こう書いて、でお手伝いしてくれる人がいるんで、私は主にその楽屋側の機材のセッティングして、でお手伝いしてくれる人はこの通りこう配線していくという設計図みたいな形ですね。そうですよね。配置図ですよね。でこれが楽屋の様子ですね。機材をセッティングして、でここでモニターしながら録音します。大体今パソコンで撮ります。パソコンで撮る。パソコンにもそのデジタルで撮る。そういう音楽ソフトを使って、後ほどお見せしますけども、撮りますね。でここまで以前はですね、要するにマイク8本分のケーブル引っ張らなきゃいけないじゃないですか。そうですよね。でマルチケーブルってあって、それが1本にまとまったぶっといものがあるんですけども、それをですねやってたんです、アナログの時代は。おいしょって引っ張ってきて、重いんですよね。重いんです。銅入ってるんですかね。もう当然銅入ってね、ケーブルが入ってるんで中に。今はもうデジタルなんで、この時はなんだっけな、イーサネットケーブル、イーサネット、その中をデジタル信号を通して、あと光ファイバー使う人もいますし、
銅線で太かったらなんか今の世の中持ってかれちゃいそうですよね。ですよね。ね、盗まれちゃうんでね。銅高いですから、高いですからね。そう。これはちょっと後でお話しますね。こんな形で、録音しますと。で大体そのピアノの人が調律が終わる頃に到着して、ピアノの人がそのちょっと試しに弾いてみて調律師に要望を伝えて、もっとこうしてくださいみたいな、もうちょっとこうふくよかな音にしてほしいとか、この鍵盤のこの音がちょっと引っ込んでるとかね。そういう定性的なお話なんですね。そうなんですよ。仕方ないですね、数字では言えないですから。なかなか数字では定量的なものでは言い表せない世界なんで、それを受けて調律師の方がまたちょっとこう調整して触るというね。そうなんですよね。でじゃあ終わりましたと。でその試し録音ってやってみます。試し録音やってピアニストが弾いてもらって、で、こっちの楽屋に来てもらってそれを聞いてもらいます。その時にこうマイク全体のバランス、それぞれ各マイクをどれぐらいのレベルに調整するかとか、今日は音質どうだとか、例えばその湿気てる梅雨時なんかは音がなんかこもった感じに聞こえたりなんかするんですよね。湿度が高いと。湿度高いとどうしてもね、なるべく乾燥してる方がね、いい音はするなと。大体そういう今までの経験上そうです。で聞いてもらって大体今回のアルバムはこういう音のイメージでってその時にこう決めて、後で最終的にトラックダウンっていうその8本あるんで、マイクがそれをステレオ2チャンネルにこうまとめなきゃいけないじゃないですか。その時に最終的にはやるんですけども、調整はできることはできるんですけど、でも最初にちゃんと取っておかないと。とりあえずそのもうやっぱりこの本番弾いてはこっち来て聞いてもらって、あそこはああだねってそういうのを繰り返すんで、なるべくその CD になるところに近いイメージのものをバランスを取るっていう。もう現場で作っとこはないといけない。そうですね。なります。でこうやってこう撮りましたと。で本番をだいたいテイク1テイク2テイク3とこういう形で。もっとあるんですか？もっとある時もあるんですか？テイク20いくつとかありますよ。うわとかあとその長い曲は分けて撮ったりとか、分割して後でつなげる。後でつなげるとか、そういう作業をします。それはパソコンだとひょいひょいとできちゃう。ひょい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 じゃない。ひょいひょいで、じゃあその例えばここの小説はテイク1、この小説はテイク2ですとかってこうテイク10、ここの小説はテイク15を使ってとか。そうですそうです。そうやってやるのが編集作業となります。大変そうですね。それはまたこれある事例なんですけども、ねこれご覧いただくとですね、7つの波形が8個じゃないですか。1234567 つか。7つです。7つ。一番下、これなんで7つなんだろう。この時8本使っていいや。でこれすいません。曲の頭からずっとこう波形が出てますよね。で縦線がところどころ入ってますよね。ここでつないだところなんですよ。編集した形跡。ここでつなぎましたよ。つなぎ目が一応記録されてるわけですね。そうですね。でなかなかね一筋縄ではいかないところいっぱいあるんですよ。結構つなぐんですね。すごいですよ。もう本当に一音だけ持ってくるとこありますからね。一つの音だけテイク18のこの音を使って。そうですそうです。でもうその前後はこっちがテイク2がいいとか言うと一音だけ持ってきたりとかして。そうか。前後のつながり音一個一個出してるからピアノの場合は、そうですね。いいんですね。でもとはいうものの機械じゃないんで全く同じように弾けないじゃないですか。弾けないですよね。であと響きもちょっと違ってたりとか、それをこう編集ポイントをですね、ミリセック100分の1秒、ミリセック単位でこう調整しながら
テイク1とテイク21だと気温も湿度も変わってそうですしね。ああ、そういうこともありますね。ね。あとですね、なんか雨が降ってきて急に。まあ結構このさっきお見せした神奈川アートホールって完全密閉ってわけじゃないんですね。まあもちろん密閉されてるんですけども、例えばサントリーホールみたいにもう大きなビルの中でギチギチってわけじゃないんですよ。どちらかというと結構開放的な雰囲気があるんで、雨降ってくるとね、外の音、外のね、なんかこうざわつき感がね一緒に取られてるんですよ。それはもう後でね苦労するんですよ。訂正するのに除去するんですか？除去します。そう。さあ雨の音の波形をクリップして一斉消去みたいなのできるんですか？まあそういうその技術もあるんで、プラグインという技術があるんで、そういうのを試したりとか。でこれじゃあここいいね、このポイントここからここまでって探してると、まあ長い時1時間ぐらいその一つ一箇所にかけたりとか。一箇所に1時間。そう。まあみんな徹夜してるイメージですもんね。音楽の編集のお部屋の中で。まあどうしてもほら皆さんね、CD になるとこう残るものじゃないですか、ストックとして。そうですよね。ずっとその音で。そうなるとなかなかこだわりが強いんで、そうなっていくっていうことですよね。もうアーカイブですからね。だからまあこちらはじゃあそれに応えてあげなきゃいけないんで、まあどうしてもそういうふうになる。人生の記録みたいな。まあおっしゃる通りね。音楽家にとってね。本当そうですよね。そう。まあこうやってつなぐんですけども、そうそう、これでね、ちょっと一回そのすごいことやったことがあって。編集でですか？待ってください。これこの時、コロナ禍直前の録音で、この頃ですね。で編集のタイミングってちょうどもうもろにその、何でしたっけ、ロックダウンの時期。そうですね。ちょうど船が接岸して乗客が降りられないとか。これ2月に撮ってね、結局編集は4月とか5月だったかな。本当にもろにそうですね。5月にはもう東京の地下鉄がほとんどガラガラでしたからね。そう。でロックダウンの時にどうしようかって、何やったかっていうとリモートでうわこれ私のその自宅の、まあ、デスクの上で手前にノートパソコンがあるのは、これ向こうでディレクターとアーティストバイオリニストとピアニストがいて、いわゆるオンラインでこうやり取りして、でこのソフトにそのちょっとプラグインっていうのを使えばストリーミングで相手に聞かせることができるっていう仕組みがあるんですよ。こう修正しましたよとすぐ聞いてくださいってすぐ聞いてもらえる。もうその場でいちいちそのファイルにして送るとかしなくても、もうこっちで再生してるものがそこ向こうにストリーミングで聞ける。でもそうしないとね、ちょっとやってられないでしょ。そう、これをもうなんか3日4日かかったかな。リモートワーク。リモートで。これなんかいい思い出ですよ。でもということはこれ世界でできるってことですね。もうおっしゃる通りで、ね、ネットワークさえあれば、ね、ディレクターが日本にいてドイツの演奏家とアメリカの音楽制作者とこう。そう。実際このソフトはそうやって使われてるみたいですね。いやすごいです。でもなんかこの時だけでしたまあやっぱりね、人とまあ面と向かってっていうか、そうだからさっき定性的なって話あったじゃないですか。でまさにあれでこうやってリモートで言うね、お話ができるとはいえ、なかなかそこのニュアンスがね、そうちょっと手振りも入れたりして、そう特にその音をここをどうしましょうかって、もうちょっと柔らかいとか、もっと響きをこうふくやかにとかって、
それをこう相手のまた表情とかなんか過去のね、その演奏とか見ながら僕はこう類推してこう音質変えたりとかするんで。そうですね。でも本当ここは嫌なのよみたいなのがこう声に出なくても表情に出てたりする時もありますもんね。そうですね、そうやって、でじゃあこうやって編集しましたと。じゃあさっき言ったトラックダウンとかミックスダウンって言うんですけども、8本のとかないし6本のものをステレオ2チャンネルにまとめますっていう、どういう作業をやるかっていうのをちょっとこれでお見せしますね。これさっきのソフトなんですけども、これいわゆるミキサーがあるじゃないですか。ミキサー画面、ここで要するにこれは6本12345、そっかちょっと待ってくださいね。はい、これですね。はいこの画面です。これさっきのソフトです。これ12345 6、ここまでがマイク、下にこれマイクの名前書いてあって、でこれとノイマンの、これちょっとちっくらいの距離、これモノピアノの中の、でこれはリバーブっていうことをやるんですけども、これでこれ音出るかな。こういうちょっとこれピアソラって単語を連想する、単語で有名なんですけど、ピアノ曲もいっぱい書いてて、で例えばさっきのノイマンの残響を取るための音ってどういうかって、こういう残響とピアノの音が一緒に取られてる。なるほどなんですよね。でもろピアノの中に突っ込んだ音、どんな音かっていうと、ピアノの中の音っていうんですね。だから残響がほとんどないっていう。でこれをですね、だからいい具合に混ぜる、ミックスするんですね。で例えばこうピアノの中に突っ込んで、ここにこういった形でこう残響を出していって、でこれチックラインのところので、これだとこれ要するにステレオの LR を決めるんですけど、これ今モノラルだったんで、これを左右に両方振っちゃいます、全部。そうするともうガンと広がって左右分けちゃうってことですか。そうです。 LR でこう振ります。そうすると広がり感が、そういうことなんですね。こうやってこういいところをこう決めていくわけですよ。いやミキサーっていうのはこうやって使うんですね。そうなんですよね。ほんでですね、例えばちょっと音質がどうがとかっていうことになると、こういういわゆる上の方のイコライザーっていうのがあって、こういう画面のものがちっちゃいつまみが、そうでこっちが周波数の高い方、こっちが低い方、でもちょっとこうもうこうやってこうマウスでこう線でいじれるわけですね。そうですそうです。引っ張ったり上に引っ張ったり下に引っ張ったりして、カリカリの音、こもった音とか、今高音の方を調整して、そうです。というふうに音質を調整しながらねやっていくという。いやそうですね、こうやって作ってるんだ。そうなんですよ。で例えば今ここにこう赤いのついちゃいました。見えます？ここ。これ最後に出てくるステレオのマスターフェーダーって言って、ステレオのフェーダーなんですけども、これレベルオーバーしちゃってるんですよ。ピークを超えちゃってるんですね。じゃあカットされるんですか？でこれをこう防止するために
下げる。ごめんなさい、こういう、リミッターっていう仕組みがあるんですよね。上限を決めるんですかね。そうですね。いつもこれ使ってるのかな。なんか出てこないです。レインボーカーソルが出てきちゃいましたね。これ本当だ。なんか考えてるんですかね。まずいな。でこういうものを使って頭を押さえる。今これオレンジのがここにオーバーですよと。でここを押さえちゃってるんですよ、頭を。自動的に押さえてくれてるんですね。こういうのを使いながら、なるべくこう音圧を稼ぎながら。なるほどなるほど。音圧って概念わかります？音圧、音の圧力と書いて音圧。そうですそうです。いわゆるレベルデシベルってあるじゃないですか。デシベル、はい。0デシベルがあって、あれはその強さではないですか。強さです。大きさですよね。大きさ、音の大きさ。音圧、ラウドネスって言うんですけど、ラウドネスっていうのは人間が聴覚上大きく感じる、どれぐらい大きく感じるかっていうのを、どれぐらいのレベルで感じるかっていうのを、そのデシベルとその、ラウドネスって全く一致するもんじゃなくて。違うんですか。そうなんですよ。人間の耳に感じるこの音のこの寄せてくる感じ。そうで、例えば今一時音圧競争っていうのが今ラウドネス、一時ってもう2000年代ぐらいすごかったのかな。ラウドネス競争ですか。ラウドネスワーって言われて、そうなんですか。音圧戦争。要はパッと聞き音圧高い方が受けるっていうか、印象いい人間は音大きいとなんかやっぱりいい音聞こえるんですよ、人間ってね。じゃあそこを目いっぱい引き上げる。この音圧使ってその歪まないこう直前でまで音圧をガーッと持ち上げていって、特にロックに多かったんですけどね。こう上げすぎると歪むんですか、音が。歪みます。割れるじゃなくてこう歪んで。だから小さいところと大きいところでピークがあって、大きいところに合わすと小さいところが小さくなっちゃうじゃないですか。そういうことなんですか。静かなところって。静かなところがこうちっちゃくなんです。でもこの静かなところも上げたいと、音圧を。そうなると大きいところ飛び出しちゃうから、歪んじゃうから、今のような仕組みを使ってグッと圧縮するんです。コンプレッションっていう。プレスです。そうです。そうすることによって全体のこう音圧がこう上がってパッと聞きよく聞こえる。なるほど。でその代わりダイナミックレンジっていうんですけども、その大きいところと小さいところのその音楽ってやっぱそうあるじゃないですか。特にクラシックはピアニッシモとフォルテッシモの差っていうのがこう魅力なんだけど、幅が大きさが静かなところ大きなところ、そういうものがもう完全にギュッとこう圧縮する。魅力なくなっちゃう、曲としての。そうなっちゃうんですね。でも例えばロックなんかでいうと、その音圧すごいの誰だったかな、ヘビーメタルのバンドでヘビーメタルバンドであるんです。有名なんですけども、もうど忘れしちゃいましたけど、アメリカの圧縮、何にしてもやりすぎは良くない。そうなんですよ。それでよくその音圧を稼いだのはこの波形が、この波形あるじゃないですか。この波形がのり波形って言われて、要するにのりみたいにベターっともう凸凹がなくて全部ベタってなっちゃう、ベターっとなっちゃう。これのり波形だねっていうふうに。でも人間の耳、そこちゃんとね、やりすぎは良くないっていうのはちゃんと人間の耳では聞き分けるんでしょうね。そうですよね。クラシックはちゃんと幅をとダイナミックレンジっていうんですが、幅をこう取ってね、こうギュッと圧縮というか、一ところにギュッと押し固めてるわけですね。そうですよね。サッカーみたいですね。かもしれません。ディフェンスライングッと上げていって、プレスを
してなんかそれだったら確かにそうですね。そうです。このねレンジを狭くして戦うんだみたいなね、いい表現で今度使ってみよう。で、こうやってその編集終わりましたと。でトラックダウンステレオの音源を作りましたってやる、これで終わりじゃなくてマスタリングって作業をやるんですよね。これマスタリング、これそのマスタリング用のソフトなんですけども、スタインバーグっていうドイツの会社のソフトなんですけども、スタインバーグ今はヤマハの子会社になっちゃったんですけどね、これを使ってその各曲のレベルをこうやっぱり聞いた聴覚上凸凹がないようにしたりとか、1曲目が大きくて2曲目がすごい小さかったら嫌じゃないですか、で CD として並べるのにね。そうですね、曲と曲との調整みたいな。それと最終的なその音質の調整とか、そういうのをやって、であともう一つ大切なのが録音は僕いつも 192kHz24 ビットっていうスペックで撮ってるんですよ、サンプリング周波数とビット振動が24ビット、それでも CD って44.1 のキロヘルツの16ビットなんで、それをこうダウンコンバートする必要があるんで CD 用に、そういった作業もここでやります。現場で撮る音の方が非常にいわゆるハイレゾで撮って、それをやむなく、CD はその対応してないんでそこまでしかやるということをやる。でただハイレゾ専用の配信サイトとかあるんで、そこはそのままもう192とかで、あと98、96とかで配信します。それで今ハイレゾが流行ってるというか、一部のマニアの間でマーケットとしてあるんですね。一応あります。CD レベルにしない生で聴きたいみたいな、そういうことですかね。CD レベルにしてそうですね。本当にその録音されたいい音で撮りたいで聴きたいっていうことがあるんですね。でもこうやってその最後に CD プレス屋さんにデータとして、昔は CDR っていうのをありましたね。 CDR を使ってそれを宅急便で送ったんですけども、今は DDP っていうソフト、データにして伝送すると、ストレージに置いておくとプレス屋さんの向こうでそれを受け取って CD にしてくれる。それはなんか圧縮されて音質が落ちたりはしない、そういう仕組みになってるんですか。そうなってると思うんですけども、ただその CD にした途端音質って落ちちゃうの、どうしてもね。別にファイルが441の16ビットだとしても、それを使って CD にすると落ちるんですか。落ちるんですよ。スペックは同じなんだけど、どうしても CD って回転したりする、物理的な仕組みがあるじゃないですか。そうなるとそこでこのビットの揺らぎとか、そのエラーとかっていうのでその補正しなきゃいけないとか、どうしても音質はそこで劣化しちゃうと。でこれよく言われるんですけど、大手の売れっ子プロデューサーとかディレクターになると結構わがまま聞いてプレス会社に僕のこの CD はプレスのラインがいくつあるんですよ、大きな工場は。何番目のラインでプレスしてくれっていう違うんですかそれ。よく分かんないけど、その音が好きなんじゃないですか。そこがいいんじゃないですか、他よりも。アレルギー物質でエビカニはこのラインは使ってませんとか、そういう感じですかね。どうなんでしょうね。その CD の生産ラインによって微妙な、でも起こりうるっては起こりうるんですよね。そうですね、マシンのね、ちょっとした調子。でもそういうわがままを言う人もいるらしくて、それを聞き分ける人、耳で聞き分けるてるんですかね、そのラインにの癖っていうか。でも皆さんとってもいい耳してらっしゃるから、そういうことなんでしょうね。ちょっと僕よく分かんないんですけど、いやそのファイルから CD にしたらそれは分かりますよ。ただその CD にしたもののラインの聞き分けってちょっとこれはどうかなと思うんですけどね。
はい、というね話なんですよ。わかりました。で耳、まあ、人間の耳の偉大さですかね。でまあ最後に一つ余談なんですけども、はい、ECM っていうドイツの有名なレコードレーベルがもう昔からあるんですけども、60年代後半からかな、マンフレッド・アイヒャーっていうプロデューサーが起こした、でこの人はまあ、ここでヒットしたのはキース・ジャレットっていうジャズピアニスト、はい、この人なんですけどね、はい、これケルンコンサートってすごい売れたアルバムなんですけども、これ僕ね聞いた時ねもうすごいと思ってたの。とにかくこのレコードレーベルのキャッチコピーは静寂の次に美しい音っていう、はあ、どんな音やねんっていうねねってことはないか静寂の次、そうでどういうかっていうとすんごい残響音がものすごく綺麗なんですよ。透き通った透明感のある、もう本当に。で70年代なんでまあ、情報も今みたいにインターネットがないからよくわからないんですけど、みんなまあ僕も含めて多くの人が本当にホールの自然な残響音であれをこう綺麗に撮ってるんだと、魔法のような撮り方だなってみんな思ってたんですよ。実は違ってたんですよ。違うんですか？スタジオで、さっきのマスタリングの時に人工的にリバーブ足してたんですよなんだそれはそうリバーブマシンでリバーブを足してたというね。そういうからくりがあったというね、なんかこう当時のそのオーディオマニアの間では何も足さない何も引かないみたいな、なんか純粋感を求め勝手に想像してた。想像してね、シングルモルトみたいでしょ。まあ静寂がこうリアルブラックみたいなイメージですかね。その次に、そういうなんか信仰があったんで、でその種明かしを聞いて結構なんだとせっかく神格化してたのにっていう形ですね。僕もさっきのホールなんか撮る時も普通にリバーブつけますがだってその方が綺麗なんですもん最終的には。そういうことですね。はい、はい、まあ余談も含めてこういうお話でございました、今日は。いや、本当CD 一枚一枚大切に聞きましょう。それはいいですね。ぜひ大切に聞いてください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。